今ね、質問がね、お二人は自分に期待しないんですかっていう質問ああ、なるほど。いい質問。じゃあ僕からいくと、いや、期待が、なんか、極端にというか、もう正直に言っちゃうけど、期待が人生にいらなかったんですよ。本当に期待ゼロにするとめちゃくちゃ人生うまくいくってことが分かったんですよ。期待ゼロにしても、全然いろんなことが勝手にうまくいくっていう人間は、自分に期待しなくても、もう、とんでもない才能っていうかもう38兆個と40億年の歴史で生命の歴史を全部俺たち持ってるから。背負ってるもんね。背負ってるし。DNA に入ってるもんね。で、いろんな社会の知識とか知恵ももらってるし、その今までの DNA の歴史と細胞の歴史と今の現代の文明の歴史とか教育の歴史で十分なんですよね。期待が本当にいらない。いやー、それさ、自覚したのいつぐらいですか？いや、俺が上機嫌のすすめっていうの2005年ちょっとヒットした本があって、上機嫌の研究をしてた時に不機嫌の研究をしたんですよね。素晴らしい。素晴らしい。研究者の態度として素晴らしい。不機嫌ってその期待から来て、まあ時間から来てんだと。今を生きてると不機嫌にはならなくって。なるほど。で、なんで俺こんなに不機嫌システムを採用した、俺もともと確かに普通の人からするとほとんど怒らないし、イライラもしないタイプなんですよね。まあ、家族も知ってると思うんですけど、まあ、確かに人類から見たらものすごい少ない。ほんと天国みたいな家族のその操作を中心にした光景。そう。でももちろん人間だからあるんですけど、それでメカニズムを、だから俺としては2005年ぐらいだから、ちょうど20年、18年ぐらい前から不機嫌研究が始まったって感じかな。ありがたい。かのんさんはどう？その自分に期待しないとか、自分には期待しないんですかって質問に対して。自分と、例えばカノンというこの性格とか、なんだろうな、才能とか能力とかっていうものには、そもそも本当にない、なんつうの？期待できるほど自分で評価できるものが本当にないので、何にも期待してないんですよ。で、よくある自信満々とかがないってこと？そう、全く、いや、自信満々ぐらいなんか才能とか私ができる感があるんだったらもっとそうありたいんだけど、本当に、いや自分でも伸びたと言ってるんだけど、本当に何もできねえな、みたいな。なんか一つぐらいできてもいいのにぐらい思ってるから、期待値はね、本当にないんだよね。面白い。やれるだろう感がない。でも普通は日本人、特に日本の教育だと、もしそう思ったらやればできるよ、かのんちゃんってなるじゃないですか。いや、才能ないとかそんなことないよ。絶対努力すれば開花するよ、みたいなこと言われるじゃないですか、周りから。それに対してはそうかもね、みたいな。なんつうのそうかもね、みたいな。いや、なんか、その時になったら、じゃあ考えよう、みたいな。その時になったらって。その時っていつだよ。わかんないけど、なんか、いいわ、みたいな時になったら考えるけど、だから、なんだろうな。そうそう。で、自分という個性にはないんだけど、それこそ今ね、孫さんが言った、自分の今までの歴史だったりとか、もうこの中に全部入ってるって言ってたじゃない？で、それに関する、これが期待なのかどうかわかんないけど、絶大な信頼？期待じゃない。信頼だもん、それは。信頼。そう。だから、必要なものは必要な時に、はって気づいてやるはずだとか、必要な人とは出会うはずだとか、それはカノンという個性とはもう全然関係ないところで起こるから、私がぐうたらだったりとか、雑だったりとか、なんか起点が効かなかったりとかっていうのとはもう全然関係ない。出会うべきものにはちゃんと出会えるから大丈夫みたいな。そうだな。例えばできないとか、まあ例えば才能がないってこうなんかなった時に、秀でるものがないってなった時に、その時に自分になんて声掛けしてる？秀でるものがないよなーって感じ。ないよねーっていう。ないよね。
でもそこがいいよねみたいな、そのないからいろんな人の素敵なところをめちゃくちゃいいじゃんとか、それ最高って驚けるじゃん。自分の上回らないと驚かないんだったら、なんかちょっとこう驚きのさハードルが高いけど、自分への期待値がないし、自分何もできないなって思ってるから、いろんな人のちょっとした行動が、うわ、このパワポの作り方マジやばくないとか、なんか、うわ、そこで今、例えば最初さ、ソウムさんと出会った時にさ、書道教室のなんか一日体験みたいな、セミナーで、友達がチケット取ってくれて行った時にさ、私が名前変えてたらさ、みんなにこう声かけしてたんだけど、ソウムさんが私の横でパッて立ち止まって、なんかソウムさん止まってる、どうしたんだろうと思ったら、来たな、道場破りっつって言ってくれたんだよね。それもう10年以上前の、俺がまだカノンさんで知らなくって、実は最近いろいろ縁があって最近知り合ったんだけど、だいぶ前にカノンさんが俺もどっかの東京ドームじゃなくて、なんかビッグサイトみたいな、ビッグサイトの武田総ワークショップになぜかこういたらしい。で、その時にカノンさんが書いたのをパッと俺が見て、出たな道場破りって言ったらしいんだけど、いや、その起点とかその一言で、やっぱすごいな武田総務みたいな、その時初めて見たからさ、私この空気、この感覚、これでその言葉がスッて出るって、いやー恐れ入りましたみたいな。ね、うまいって直接言うんじゃなくて、そうなの道場破りという単語を使うことでもう絶賛してるっていう、そういやらしいな。いやでもさ、そのさ、なんつうの、朗らかなんだよね。朗らかそういういろんな人の一言一言にさ、うわーすごいっていう、なんかだから白旗あげながら一番幸せに生きてる感じだよね。そっか、だから感動するって確かに期待と逆ですもんね。そうだね。感動って期待を上回ったらもちろん感動するんだけど、期待なくても感動はできるんだっていう。そうなんだ。感動って期待のないところに生まれてるよね、いつも。なんか期待してると、期待超えたとて、この感動じゃないもんね。そうだね。差分だもんね。差分の感動だもんね。感動がちっちゃいから。だからうちの親父が、もう本当大好きなんですけど、親父のこと。で、俺の親父もいっぱい面白いエピソードあって、キュウリを大好きで、キュウリのただ切って、ちょっとこう、醤油つけて食べるみたいな。で、毎回、たまにずっと別居してるから、父ちゃんと母ちゃん仲いいんだけど、もう20年ぐらい別居してて、1年に数回しか会わないんだけど、で、こう俺が帰ってくると父ちゃんが夜な夜な帰ってきて、俺の時だけ帰ってくるんだけど、父ちゃん。で、喋りたいんだ。で、母ちゃんがこう、キュウリを出すわけ。そしたら、まあちっちゃい頃からなんだけど、キュウリを、こう食べた瞬間に箸を落とすのね。マリコって、うちの母ちゃん、マリコ、俺、こぎゃうみゃ、キュウリ食った方にやばいって言うんですけど、いつものキュウリ体って、もうこのパターンいつもあって、でも、毎回箸を落とすわけ。で、一緒に寿司屋さん家族5人行ったら、5人がもう、それぞれ、もう、俺の弟たちはもう立ち上がってスタンディングオベーションして、うちの母ちゃんは頭抱えて、父ちゃんはもう立ち上がってマスターにハグしに行ったりとか、何それ。俺はもう他のお客さんのところに寿司をこれ食べてみてくださいとか言って。いや、テンション上がるな、それ大将は。いつも行ってる寿司屋なんだけど、なんかもう毎回初めて体験した毎日が世界一なんですよ。毎日が世界一。もういつも俺友達にも言われるんだけど、何回も来てるよねって言われるんだけど、もう世界一、これ世界一だわって、朝昼晩言ってるから俺。今日もまた世界一を更新してんだよね。そう。こんなうまいもの食ったことないって親父毎回同じキュウリで言えるから、だから俺この感覚でキュウリと同じように育てられたんだなと思って。箸落とされながらね、毎回。って。その新鮮な感動に毎日巡り合える感じ、これね、これどういう風にしたらさ、少しでもこう再現しやすくなるんだろうね。なんか英語で
あるらしくて、俺、それ神様アニューなんだって。アニュー。ニューに A をつけてアニューっていう言葉が大好きで、で、まあ、いわゆる新鮮って意味で、僕がよく言うのが、妻を、結婚した時は新妻なんだけど、2日目からもうフル女房の方向にエントロピー増大の方向性とそう、エントロピーとしてはそうなるよね。そう。フル女房の方にどうしてもこう、エネルギーが流れていくから。しかも2日目からフル女房。いや、そうなんだよね。新築もそうじゃない？新築建てたら、2日目から新築じゃなくなるから。そうだね。なんだ、古民家になっていくわけで、古民家っていう。古民家度が増していくの。古民家度が増していくっていう世界を、いかにして、2日目も3日目もこの、新妻で入れるかどうかみたいなのあるじゃない？わかる。これをそれだな。そう。毎回毎回のその新鮮な感動を胸とする。人生。でもやっぱりそれって意識しないと、俺たちの脳は、だいたいフル女房メガネと古民家メガネをかけてるから、そうだね。やっぱりそこは脳をハックしていかないと、いくら、うちらでもそこには逆らえないから、ちょっと脳の仕組みをちょっとこう、やっぱちょっとずつハックしていくっていう必要性はどうしても。あるね。最近気づいた英会話にハマってるから、すごい言葉だなっていう言葉が2つあって、一つがオーサムってよく向こうの今若い子とかアメリカ、オーサムってよくオーサム。最初なんか日本人聞くとオサムちゃんに聞こえるわけ。オサムちゃんですみたいな。オサム言ってるから、なんでオサムちゃんって言ってんだろうと思って。オッサム言ってるから、あれが、オーサムって AWE のサムだったの。で、オーって、応体験って自然との、大自然への感動っていう意味なのね。オーって AWE って、応体験って、脳科学の人がよく言うんだけど、要するにこう、まあ、ワオっていう、もちろんサプライズ、感動する。で、オーサムっていうのは、偉大なる、畏敬の念っていう意味なの、オーは。もう畏敬の念だから、いいなぁ。何かわからないけども偉大な何かっていうのがオーサムなの。なるほどね。something great。偉大な何か。素晴らしい。もう一つがグレートフルっていう言葉がありがたいに限りなく近いらしくて。グレートフル。めっちゃいいな、その言葉。グレートフルも偉大がもういっぱい。で、オーサムも同じ。で、もう一個がワンダフルね。ワンダーって、ワンダーが降るってもう、どんだけ。ワンダーっていうのは感動に近いのね。もうなんでとか、何これっていう、不思議がいっぱい。不思議がいっぱい。やばい、もう。残り1分43秒になっちゃった。いや、でもこれすげえ。すっごい面白い話だね。期待ゼロの世界はこっちだもん。オーサム、ワンダフル、グレートフルの世界だ。いやー、そっちだね。めちゃくちゃ楽しかったよ、ソンさん。